最初の動画だけど、なんとか無事に終わってよかったね。そうだね。完成しなかったらどうしようって思っちゃったもんね。これでだいたい容量とか分かったから、次に取り掛かろうとウップ主が言っていたけど、何を作るのかな？あれ、そういえばウップ主はどこに行ったの？いつもいないよね。聞きたいことがある時に限って。忙しい人だからね、あの人も。ねえねえ、こうなったら私たちで次に作るものを決めようかな。そうだね。私たちが解説するのだからそれはいいかも。残念だけど。びっくりした。聞いていたの？うん。実はもう作るものは決めているんだ。あまり有名な機体ではないみたいだけど。日本海軍機だよね。それならば、0戦を作った方が良くない？そうだよね。だってウップ主、リアル職場で遠方に移動になる後輩社員に、男なら黙って0戦を作れって言いながら、タミヤの0戦を選別に渡してたよね。なんでこの機体なの？それはだね。簡潔に言うと。飽きた。それだけ。確かにこんなにたくさん作ったら、そうなるね。でも、作り慣れているでしょ。ある意味うってつけじゃない。そうだね。じゃあそのうちに作ることにしよそれで、どんな機体なの？それは聞いておきたいね。実は、この機体は大昔に2回ほど作ったことがあるんだ。その時はタミヤのキットはまだ出ていなかったので、青島のキットを作ったんだけど、2001年に発売されたタミヤのキット。以前のタミヤの72分の1の飛行機模型は実は中身が他社の製品ということがあり、いわゆる OEM だったことが多かったのだが、この市電はこれまでとは違い、タミヤの製品である。箱を開けると中身は非常に少ない印象を受けるが、細かいパーツもあり取り扱いには注意が必要だ。あれれ。どうしたの？ねねえ、ウップ主、キャノピーのパーツがないんだけど、最初からなかったの？なんですと。おかしいな。確かにどのようにしようかと考えていた時に中を確認した時点ではあったけど。もしかして、なくしちゃった？どうするのよ？そうだね。とりあえず後回しに。今は解説中だからね。後回しって、重要でしょ？とりあえず再開するね。ミュージックスタート。1941年、川西航空機は生産が終了した飛行機の生産ラインの活用のため、次に生産する飛行機を検討した。その結果、水上戦闘機、強風を陸上機化した戦闘機を生産することに決まった。しかし川西は陸上戦闘機の生産経験のない航空機メーカーだったため、疑問の声が上がり、審議会が開かれたが、その審議会の結果試作許可を出すことに決まった。これが、仮称1号極地戦闘機、後の市電である。強風をベースとして開発していくことになったが、フロートを外し、そのまま試脚をつけて完成というわけにはいかず、当然回収しなければならない部分が多いことは川西も認識していた。しかし完成を急がなければならないため、主翼は中翼配置のままとされた。そしてそれ以外の部分は結局大々的に回収されることになる。エンジンは火星から誉れに、機体後方に後輪をつけるための回収、機種部の絞り込みなどを行い、1942年12月27日に機体が完成。31日にテストされたが、誉れエンジンの不調、前方視界不良、最高速度が計画より下回るといったトラブルに見舞われた。
最も大きな問題とされたのは、注力配置のために長くなった主脚だ。収納のために油圧で伸縮する構造を採用したのだが、これがトラブルの連続でブレーキの利きが左右で違うことがあり、複雑な主脚の機構が災いして事故が多発した。このように不具合が多い戦闘機となったが、問題未解決のまま7月24日に海軍に領収され、8月1日に実戦配備された。後にこの市電を改修した市電海が開発されることになり、結果強風と市電海との橋渡し的な機体になった。そういえば前回作ったこの子も主脚が長くなりそうだったんだよね。解決方法が違ってて面白いね。面白いといえば、こんな話があるよ。この胴体の太さ、注力配置のせいでね。敵味方の両方からグラマンに間違えられたそうだよ。あらら、なんと、味方に撃たれちゃうの？でもね、この機体もいいところもあるんだ。20mm 機重発射時の安定性や、航空性能や急降下速度などだね。ガンポットを廃止したオツ型や、市電21型、市電海の開発など、改修は続けられていったんだ。ところで、この飛行機を作った川西航空機、社名は変更しているけど今も現存しているんだ。本当？すごいね。新明和工業という会社だけど、聞いたことないかな？ US2 という飛行艇を作った会社なんだ。YouTube でたくさん動画出ているね。話は変わるけど、紹介の時の動画ってゲームか何か？ IL2 シュトルモビクというフライトシミュレーターの画像を試しに使ってみたんだ。どうかな？結構いいでしょ。お？市電隊が増装を捨てる。引き返すんですか？ここで戻らんと燃料切れになるからな。いや、増装が空になったんで捨てただけや。すまんの。何？この演出？まあ、わかる人にはわかる演出だよ。はははは。それと今回再現したかった着陸失敗のシーン。迫真の演技だったよね。何回もやり直すかなと思ったけど、1回で済んだよ。それは単に失敗しただけじゃないかな。ウップ主失敗得意だもんね。悪かったね。下手くそで。ところでキャノピーだけど、どうするの？ちょっと探してみるよ。捨てるわけないからどこかにあるはず。見つかるかな？もし見つからないようなら、その時考えよう。じゃあ、私は出かけてくるからあとは頼んだよ。どこ行くのよ？必要なものが出てくるだろうから、調達してくる。この通りに作るんだよね。なんで足りないものがあるの？それはね、今は内緒だよ。また逃げたね。逃げ足が速い。まあいいか、さっさと仮組み始めるよ。ささら、頑張って。ほいほい。今からキットの仮組みを始めます。仮組みの重要性については、以前の動画でもお話ししましたが、部品の愛の不具合があればここでわかりますし、他にも色々わかるかもしれません。そして組み上がった機体のイメージを見ることができるので、制作のモチベーションアップにもなります。先の見えない作業って苦痛でしかないですからね。それではカットしていきます。今回は細かい部品もカットしていきます。ランナーについていた後は、この時点で処理しておくことにします。ただ、この方法はきちんと部品の管理をしないと、紛失事故の可能性が上がりますので、気をつけてください。カットが終わりました。塗装に支障ないものについては、そのままにしています。カットした部品は、切り終えた後にデザインナイフと紙やすりでゲート処理しました。紙やすりは400から600番を使用しています。
この後サフを吹いて表面処理しますので、この番数でも大丈夫です。小さい部品、なくしそうだね。これ以上なくさないように、しっかりと管理しないと。キャノピーないままだね。お待たせしました。ウップ主、キャノピーは見つかったの？いや、全然見つからない。いろんなところ探したんだけどね。それで、手に持っているものはいろんなところ探していて、使えそうなものを持ってきた。一つは、青島の市電。もう一つはタミヤの市電。実はかなり前に買っていたものが押し入れにあったらしく、今までその存在を忘れていた。なんで家にあるキットを確認しないで、新しく買っちゃうのよ。900円だから、まあいいか、と思って。もったいない。じゃあ、このキットのパーツを使いましょうか。それだとこのキットのキャノピーがなくなるし、それなら部品請求した方が。それね、でもあまりおすすめしないよ。どうしてよ。部品代290円でしょ。タミヤのホームページを見るとね、先の価格は予告なく変更となる場合があります。この説明書は2001年のものだから、今はもっと値段跳ね上がっているはずだよ。代引きにすると電話で注文もできるらしいけど。商品代金、送料の他に代引き手数料330円が必要です。この時点でキットの値段の半分を超えているじゃない？要するに、高くついてしまうということ。部品請求しないのなら、どうするの？ちょっと、青島のキットの中身を見せて。ささら、気がついたか？私も同じことを考えたよ。あ、キャノピーが2つあるね。1つは分割されているけど、これを使うの？やっぱり、これ使えるんじゃない？サイズが合えばだけどね。それに、スペアの開けた状態のものを使うと、段差ができるからね。これを克服しないと。回収してなんとかこのキットに合わせるしかないね。それがダメならもう一つのタミヤのキットの部品を使おう。それしか手がないようだね。ささら。仕方ないね。それではその方向で進めるね。頑張ってね。ではちょっと買い出しに行ってくる。では、いつものようにマスキングテープを使って切った部品を仮組みしていきます。仮組みが終わりました。問題点はやはりありますね。やっぱりあるんだね。これはウップ主がひそひそとさっき言っていたんだけどね。なぜ、ひそひそと？小さい部品だったので、マスキングテープではなく、ほんのわずかに流し込みタイプの接着剤で固定した箇所ね。以前作った時に主翼のガンポットと死脚カバーが干渉する可能性があるから、チェックしてくれって。ウップ主が昔に作った時には、かなり深刻な接触みたいだったけど、今回の仮組みの様子では、当たってはいるけどギリギリ大丈夫な感じだったね。このままでもいいけど、回収する方向で進めるね。それとね、ここも気になるんだけど。そう、別に気にならないけど。まあ、無理して修正する必要はないだろうけど。タイヤもちょっと歪んでいるみたい。結構削り込んだから、大きさが左右で変わって取り付けた時に、機体が傾かないように注意しないとね。それから部品の合いは、隙間が少しあるようなので、縦で埋めるしかないね。ささらなら直せるよね。多分ね、一応どうするかは思い浮かんだけど、どうなるかな？とにかく、ささらが早くこの回収に取り掛かれるように、コクピットや内部の塗装しておくね。お願いね、すずみちゃん。任せて。
今回はすでにランナーから切り離されているので、竹串と両面テープを使ったもので部品を固定します。もし、このようなものがあれば、それを使ってもいいですよ。両面テープを使った場合、粘着力が弱いと乾燥待ちの間に部品が取れてなくなるかもしれないから、そこは注意です。多分下に落ちていると思います。でも安心して、ラッカー系の塗料を使用していたら、乾燥が早いので多分大丈夫だと思いますから。不幸にもホコリがついていたら、残念だけど塗料を落としてまたやり直してね。前回もお話ししましたが、飛行機模型は操縦席などの中の部品から組み立てるので、先に塗装した方がいいですね。後から塗ると、大変ですよ。しばらく待って塗料が乾いたら、ささらに組み立てを頼みます。任せて、と言いたいところだけど、今回はここまでかな。それにしても、ウップ主どこに行ったの？どこで油売って嫌がるんだ、あの野郎。ちょっとささら。あ、ウップ主どこ行っちゃったのかな？おほほほほ。また、やっちゃったね。さて、そろそろお時間です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you! またね